配信をご覧の皆さん、こんばんは、バッチです。おっと。さあ、今週も、玩具レビュー生配信の方を始めさせていただきたいと思います。イェイ！いやー、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。今週もバッチのレガタ研究所玩具レビュー生配信の時間がやってまいりました。いやー、1週間早いですね。もう、僕もね、なかなかこう、毎週ね、大変だったなんていう話をしてるんですけれども、いやー、もう毎週ね、命からがらここにいるような感じで、なかなかね、こう、バタバタしちゃって、だからいつもね、金曜日とかにね、予告の、ツイートとかをですね、ポストとかをね、X で流したり、YouTube の投稿で流したりしてね、予告とかをするんですけれども、いやー、ちょっとね、今週は何もできず、ギリギリまでね、何の配信するかもちょっとゆっくり決められるね、タイミングというかね、余裕がなかったんですよね。いやー、だからこう、ギリギリまでね、悩んで、いやーもうね、いやー、もう金曜日は仕事でもう大変で、今日もね、朝から、子供のね、学校の行事に参加しなきゃいけなくて、朝からね、稼働しなきゃいけなかったんですよ。だけどね、生配信の、告知のね、サムネとかもまだ作ってないし、流してないし、何の玩具で行くのかも決めてないしって言って、だけどね、子供の面倒も見なきゃいけないし、昼飯も用意しなきゃいけないしってね、もう、てんやわんや。いやー、ちょっとね、なかなかこう、満身創痍で、今もね、頭がガンガン頭痛があるんですけれども、こういったようなものはですね、このアルコールで全部流してしまいましてですね、ちょっと玩具レビュー生配信の方にね、集中していきたいな、なんていうふうに思います。いやー、まあそんなこんななんでね、私のこの脳みそがですね、回転するまでのね、アイドリングタイムっていうのが必要なんですね。なので、ちょっとね、お酒を、飲みつつ、アルコールをね、こう体に染みつかせてですね、お口の滑りを良くしようというね、こういうアイドリングタイムが必要でございまして、取り留めのないお話をちょっとまずはオープニングトークということでね、させていただいております。いやコメントいただいてますね。チアンさん、お疲れ様です。エキサイティングトランスフォーマー。自分も結構疲れ気味です。週末の楽しみなので、何の配信でもウェルカムですよ。あ、チアさんよくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。そう言っていただけますと。なかなかね、もう皆さんもね、週末ともなるとね、なかなか大変ですよね。いやー、もうなんかね、最近もう、ここ数年の中でね、一番こう、バタバタしてて、仕事ですかね。うん。で、子供関係もね、ちょっとだんだん忙しい時期に入ってきちゃったというかね、もう二人とも手かかるっていう感じで、もうね、チビの方はね、ちょっと運動関係ね、スポーツ関係でちょっとね、本腰入れてやってあげなきゃいけないっていうので、やってあげつつ、まあ、下駄履かせてあげるためにね、自分でこう研究してですね、どういう風に育てたらうまくいくのかみたいなのもね、ちょっといろいろ研究して、そのスポーツのね、そのいろんな情報を漁ったりですね、トレーニング方法とかを研究したりですね、しつつ、
上のお姉ちゃんはね、中学校でもう、定期考査が始まってね、もう中2になるんで、ね、いよいよ、こう、結構本番になってきちゃったんで、いやー、ちょっと本腰入れてね、やらせないとみたいなね。うん。なんかね、そんなんがあるんで、もう、自分でね、もう、二人分の人生を生きてるような感じ三人か、三人分の人生をね、同時に生きてるような感じになっちゃってて、なかなか大変です。いやーね、まあ、世のお父さんになるとね、そのご家庭ご家庭でね、大変なこといっぱいあると思うんですよね、なかなか。うん。ただね、こう、大変だ大変だなんて言っててもね、しょうがないので、まあね、週に1回ぐらいは、ちょっとね、心の憩いを求めてですね、こう、玩具なんかで遊んでですね、心を癒そうじゃないかと、そういうテーマで、生配信をさせていただいております。あ、ケイチくん、オツです。コアクラスはいいぞ。あ、どうも、ケイチくん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、コアクラスのね、トランスフォーマー、いよいよ、レビューさせていただくことになりました。ね、これ、かなりね、すごいね、いいトランスフォーマーですね。ちょっとね、これから詳しくね、いろいろ喋っていきたいな、なんていうふうに思ってるんですけど、いや、これね、めちゃめちゃいいですよ。うん。すごくね、遊びやすい。いやー、あ、それとですね、ちょっとね、レビュー始まる前にですね、まあ、当チャンネルのことで申し上げさせていただければな、なんていうふうに思うんですが、はい、はい、こちらのですね、当チャンネルバッチの俺方研究所なんですけれども、本日、はい、なんとですね、ようやく、チャンネル登録者数が5000人に、到達いたしました。イェイようやく5000人というね、素晴らしい、ね、人数の方々にチャンネル登録していただきましてね、非常にありがたいなと思っております。ありがとうございます。いやーね、なかなかこう、前みたいにね、動画をバンバンね、作れる環境じゃなくなっちゃいましたんでね。うん、なかなかこう、もうチャンネル登録者がですね、増えないんですよ。本当に。もうね、コツ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 っていう感じでね、もう1ヶ月に10人とか5人とかっていう感じでね、3人増えて4人減ってみたいなね、こんなんなんですよ。本当に。増えるときはめちゃめちゃ大変なのに、減るときガックーンって減ったりするんで、いやー、なかなかね、だからといってね、動画をね、上げるのもね、考えてるんですけど、現実的になかなか難しくてね。うん。だからこう、生配信でね、ちょっとコツ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 やりつつ、生配信のね、お知らせというか、あの、ご報告のね、ショート動画を作ってるんですけど、毎回。それがね、限界っていう感じなんですよね。もうショート動画1本作るのもね、結構鼻血出して作ってるみたいな、そんな感じの捻出方法なんで、時間のね。なかなか難しいんですけれども、それでもね、なんとか毎週生配信させていただいて、毎週ね、ショート動画1本ずつ撮らせていただいて、なんとかコツコツね、積み上げていって、いやー、ようやっとね、めどのね、5000人っていうところで達成できたので、いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。ね、これに懲りずね、1万人、2万人、3万人とやっていきたいな、なんていうふうに思います。ちょっとね、なかなか高望みをしているような感じなんですけれども、なんだろうな、僕の人生で最終到達地点というか、最終目標的なところでね、やっぱ
できればですよ。こう夢ですけど、夢みたいな話ですけど、30万人みたいなね、とんでもないね、夢を掲げているんですが、30万人到達できたらね、もう超嬉しい。夢が達成みたいな感じですよね。なんとかね、そうなるように、頑張っていかなきゃな、なんていうふうに思っております。ケイチ君、5000人おめでとうございます。ありがとうございます。ね、もうなんとか、ね、ここまでは頑張るぞって思っていたね、5000人っていう数字にね、達成できたのはかなり嬉しいですね。うん。なんか節目に到達したみたいなね。で、ここからまた次のステージにね、上がっていくっていう感じになりたいなと思いましたね。スネマさん、こんばんは。どうも、スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、やれやれ。だんだん、落ち着いてまいりました。いやね、僕もね、結構ね、生配信をこうやってやってるじゃないですか。でね、やってる最中はもう本当にね、大焦りしてるんですよ。もう焦って、超大変だ、大変だって言ってね、焦ってやるし、口は回んないし、前みたいにね、言葉がポンポン出てこなくなってるし、こう言っときゃよかった、ああ言っときゃよかったとかね。その時は言えないんですけど、終わった後に、あれのこと言うの忘れたとか、あれそうだったわ、間違えてた、みたいなね。うん、知ってるけど言えなかったとか、あの、なんかね、こう、いろいろあるんですよ。細かいところがね。でも全然ダメだわ、全然ダメだわ、みたいな感じでね、やった直後とかはね、もうほんと絶望的にダメだって思ったりするんですけど、だけどね、寝る前とか、ね、布団の中入った時に、ちょっとね、寝るまでの間とか言って、自分の生配信をですね、ちょっとアーカイブをですね、再生したりするんですよ。確認のためにね。どんなひどい状態になってるんだろうと。自分で喋ってるのはいいんですけど、この自分が聞く側の立場になった時にね、どんだけひどいこと言ってんのかなと思って、毎回確認するんですけど、うん。思ってたよりかはひどくないみたいなね。毎回。そんなひどくなかったか。よかったよかったみたいなね。そんな感じのことをちょっと思ったりなんかして。うん。でもね、なんかこう、生配信で自分でこういう風に、玩具を通してね、思ってることを、いろいろこう、ベラベラね、毎回2時間とかね、長い時だと3時間ぐらいね、ずっと喋ってるので、いやー、なんだろうな。うん。すごいね、こう、精神衛生上のね、このお薬になっているというか、自分ってこんなこと考えてたんだっていうのね、後々こう、アーカイブを聞きながら、自分で自分に納得してるみたいなね。そんなことをちょっと思いつつ、聞いておりますが。うん、やってる最中はね、全然ダメ、全然ダメなんつって思ってるんですけど、1.5倍とか1.75倍の速度で再生してるんですけど、その速度で再生するとですね、聞けるというか、うん、思っているよりかはひどくないっていう感じで聞けるので、ぜひぜひ、アーカイブ動画をご視聴の際はですね、1.5倍ないし1.75倍で聞いていただければな、なんということを、改めて申し上げさせていただきたいなと思います。スネマさん、5000人、これからも応援いたします。どうも、スネマさん、ありがとうございます。スネマさんからスパチャを頂戴いたしました。スネマさん、ありがとうございます。乾杯。いやー、ありがたいです。嬉しいな。励みになります。ありがとうございます。チアさん、5000人すごい。おめでとうございます。どうも、チアさん、ありがとうございます。いやー、これからももっと頑張らなきゃと思います。さあ、
ということでですね、だんだんアルコールが体にちょっと染みついてまいりましたので、ちょっとですね、いよいよこちらの玩具レビューの生配信の方をスタートさせていただきたいなと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら。トランスフォーマーレガシーレボリューションから、ダイノボット、ダイノボットと全合体したボルカニカスだ。イエーイ。いやー、危ない。出てこなかった。ということでですね、今回はトランスフォーマーレガシーエボリューションからコアクラスのですね、ちっこい、はい、ダイノボットたちがあります、出てますので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。ね。こちらコアクラスといってですね、非常に小さいトランスフォーマーですね。まあ、通常のトランスフォーマー、まあ、こいつを、まあ、通常とするならば、もう半分くらいのサイズですね。こんなサイズのちっちゃいトランスフォーマーになります。小サイズの。はい。このちっこいね、コアクラスで、なんとダイノボットたちがですね、6体出たんですね。ね、この6体が、しかもですね、パワーオブザプライムスで、出ました、ダイノボットも、ダイノボットカラーなんですけれども、このね、ダイノボットが全合体する合体戦士になるっていうね。はい。これね、元のアニメではそんなのないんですよ。ダイノボットに合体機構とかないんですよね。普通に、ただ単体のトランスフォーマーの集まりなんですけど、これがね、そうそう、もともとね、トランスフォーマーファンの間では、なんかダイノボットも合体選手と合体するんじゃないかみたいなね、それでプレダキングとね、対抗して、対抗するね、選手として、なんかね、ファンの間では、結構定番のね、俺設定というか、うん、なんかそういうので、ファンアートとかでもね、書かれていたりしたんですけど、それがね、POTP 版、パワーオブザプライムス版の時に、ダイノボットがですね、合体したんですよね。で、そこで合体してボルカニカスっていうのがね、はい、出てきたんですよ。でそれが初出だったのかな、公式では。もうね、それが素晴らしくて、めちゃくちゃかっこいいなと思ってたんですよね。で、そこからしばらく経ってから、今度ね、コアクラスでダイノボットが出るっていうんで、結構期待してたんですけど、そしたらね、このコアクラスでも、さらにね、コアクラス版で、はい、ダイノボットたちがね、合体して、ボルカニカスにね、合体するっていうんで、いや、もうこれは神トランスフォーマーなんじゃないのっていうね、当時から非常に思っておりました。ね。なんでね、ちょっとね、これ一個ずつね、やっていきたいなと思うんですけど、さらにですね、今回はそれに加えまして、サードパーティーの DNA というところからね、DNA デザインっていうところから出ました、DK47 のこちらのですね、はい、アップグレードキット。こちらもございますので、ちょっとね、これも交えてですね、パワーアップバージョンも、はい、ご披露していきたいかな、なんていうふうに思いますので、最後までぜひぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。さあ、それでは、ちょっとね、今回やることいっぱいあるんでね。ちょっと手を動かしながら喋った方が良さそうですね。ということですので、一体一体ちょっと、トランスフォームさせて、遊んでいきたいかな、なんていうふうに思います。今回はね、なかなかね、面白いんですよね、これが。よいしょ。まずこちら、ダイノボットたちのね、
通常の恐竜モードの方から確認していきたいな、なんていうふうに思います。ね。はい。まずはこのダイノボットたちの、ご紹介ですね。ご紹介なんですけれども、はい。まずはね、押しも押されぬダイノボットのね、主人公というかね、メインの、はい、トランスフォーマーであります。こちらは、グリムロックですね。グリムロック。ね。T-Rex、ティラノサウルス型の、サイバー恐竜みたいなのからね、変形するダイノボットのね、代名詞とも言える、ロボになっております。この当時はね、ティラノサウルスといえば、こういうね、ゴジラ型の、はい、体型だったんですよね。スーパー戦隊でいうところのね、ドラゴンレンジャーの、出てこない。あ、出てこないな。出てきたら言います。すいません。いやー、こういうことがあるからおっかないんだよね。うん。はい。10レンジャーのね、ドラゴンレンジャーブライが乗る、50時に変形する、なんだっけ、出てこない、4、50、ドラゴンシーザーだ。はは、出てきた。はい、ドラゴンシーザーです。ドラゴンシーザーの、はい、のような感じでですね、こういう感じで、ティラノサウルスといえばこういうようなね、立ち上がったような状態。そういえば、4、50ティラノサウルスも同じような感じでしたよね。こうやって立ち上がった状態。こんな感じの姿勢だったんですね。昔のティラノサウルスっていうのはね。うん。なので、こう時代を感じさせるね、かっこいいティラノサウルスね。もう時代を経るごとにどんどんティラノサウルスがね、ちょっとね、おかしな方向にしちゃいましてるからね。もう今なんてカラフルなひよこみたいな感じになってるじゃないですか。どんどん変態チックになっていくんですよね。僕たちの夢見たね、ゴジラ型のティラノサウルスっていうのはね、なかなかどんどん否定されてってるんです。悲しいんですけれども、はい。この頃はね、まだ夢のあるかっこいいティラノサウルスということでね、グリムロックちゃんでした。はい。はい。そして、こちらがですね、プテラノドンタイプのスワープですね。こちらはスワープです。ね。こいつが唯一の、航空戦力ということでですね、うん。なかなかかっこいい機体になっております。もともとのね、トランスフォーマーでは結構こういうね、黄色いところとかは、クリアパーツとかでね、再現されたり、ゴールド、シルバーメッキで塗装されたりね、クリアパーツでもうふんだんに使われたりしてですね、なかなかこう、サイバーチックでかっこいい、目形だったんですよね、ダイノボットって。うん。ね、こちらは、そういうのはね、コアクラスですのでないんですけれども、うん。それでもね、なかなか昔のテイストっていうのもあって、感じさせてですね、彷彿とさせて、非常にかっこいいかな、なんていうふうに思います。うん。でね、変形自体はね、非常にシンプルです。シンプルですけれども、これぞもうトランスフォーマーっていう感じでね、遊びやすい。非常にね、遊びやすいので、後でね、詳しくトランスフォームさせていきたいと思うんですけれども、いや、これはめちゃめちゃいいですね。で、単純な変形なんですけれども、ちゃんと恐竜状態の時では、ね、恐竜前として、ちゃんとまとまった形をしてるんですよね。ね、これプテラノドン型もね、非常にかっこいいですよ。ちゃんとまとまってて。うん。もう十分以上の、変形をいたしております。はい。そしたら、こちらがですね、スナールですね。はい。ステゴサウルス型の恐竜に、恐竜のダイノボットですね。うん。こちらも非常によくできていて、ヒレもね、一本一本ちゃんと造形されていて、うん。モールドもね、非常にびっちり入ってるんですよね。うん。全然ね、なんかチープなところとかもなくて、僕は全然すごくね、うん、しっかりと作られてるなっていう印象があります。結構ね、ここら辺になってくるとだんだん雑になってくるじゃないですか、扱いとか。ね、申し訳ない言い方をするんですけど、スナールは結構ね、うん、ちょっとおざなりになりがちなところかななんていうふうに思うんですけれども、ちゃんとね、うん、目とかもね、
別塗装になったりしてて、綺麗にね、塗られておりますし、ね、なかなか、非常にね、いい造形だなと思います。ね、ここら辺も手を抜かないっていうのは非常に素晴らしいと思います。さあ、そして、こちらはトリケラトプス型のダイノボットであります、スラッグですね。スラッグちゃん。ね。で、今回は、パワーオブザプライムスの時のダイノボットのボルカニカスは、もちろんなんですけど、このね、主人公的な、中心人物、リーダー的なですね、グリムロックですね。このグリムロックが中心になって、グリムロックが、コアになって、合体していくっていう感じの合体戦士だったんですけど、今回はね、特殊なのが、この子が中心じゃないんですよね。なんと、中心に躍り出たのはこのスラッグなんですよ。こいつがコアになるんですよね。だからこいつがメインの機体になるというか、メインのトランスフォーマーになってるんですよ、今回。なかなかこれも不思議な組み合わせですよね。というね、なかなかこう、はい、昇格した非常にね、出世株になりました、はい、スラッグちゃん、ダイノボットです。ただね、そうなんですけど、単体で見るとね、意外と一番割り食っちゃったんじゃないのっていうね。他は結構、ね、恐竜状態でもね、結構塗装とかね、ちょっとバリバリに入ったりしてて、ね、非常にこう頑張っているなというね、色がね、あって、ね、非常にこう、塗装もね、頑張ってて、造形もね、素晴らしいなって。まあ、造形はいいんですけど、まあね、塗装箇所がね、少ないですね。割とシンプル。で、しかもね、変形の都合上か、この腕のね、内面が外に出ちゃうんですよね。だから、ダイノボット状態の時に肉抜き穴とかがバリバリに見えちゃうというね。意外と、コアに昇進した割には、あんまりこう、なんだろう、力を入れてもらえていない感じの、恐竜形態なんですけれども、でもね、こいつだけ、口がね、変形の都合上開くんですよね。ここだけは、プラスポイント。というね、なかなか、勘どころが難しい感じの、はい、スラッグでした。さあ、そして、こちらは、スラージですね。今度はこちら、スラージ。ね、首長竜の形をしております、ダイノボットのスラージですね。でこいつはね、僕ね、元になったね、G1 の時のダイノボット時にね、このね、スラージはね、いとこの兄ちゃんが持っててね、めちゃくちゃ遊んでたんですよね。でここが確かクリアパーツだったんですよ。ね、こいつはね、めちゃくちゃね、いいんですね。なんかダイノボットと言ったら、こいつかこいつって感じのイメージなんですね、僕は。うん。なのでね、ちょっと僕としても、こう、印象が、深い、ダイノボットなんですけれども、うん。でこいつもね、なかなか、うん、頑張っているなという感じがいたします。ただですね、まあ、ここら辺のね、やつはもう全部足固定なんですね、ここは。で、このグリムロックとスラージは、足がね、結構動くんですよ、ちゃんと。うん。だから、こう結構ね、こんな感じで開いたりして、うん。可動という意味では、スラージは非常に恵まれています。でね、グリムロックも、足はね、非常に、柔軟に動きますし、変形の都合上、ハの字にもできるし、自由度が結構高いですね。前足はね、残念ながらちょっと動かないんですけれども、固定なんですけど、後ろ足のね、方はかなり自由にぐりぐり動きます。で、それに対しましてですね、他のダイノボットたちはこう足固定ですね、完全に。
うん。だからまあ、変形できますっていう感じで、この恐竜状態で何かして遊ぶっていう感じではないかなっていう感じですかね。うん。さあ、そして最後。こちらの最後になりました。はい、こちらはスカウルですね。スカウル。ね。でこちらもですね、非常にこの造形が非常に細かくてですね、かっこいい造形しておりますね。うん。でこいつもね、足が結構動くんですね、こうやって。なので、こいつもね、可動にこう非常に意外と恵まれている、はい、そういうダイノボットになっております。でもね、こいつすごいね、いいですよ、今回。めちゃめちゃかっこいい。うん、なんかね、恐竜状態で非常に恵まれている感じの、かっこいい形をしているスカウルでした。ね。だから一個一個見てみるとですね、うん。まあ、なんでしょう。もちろんね、これ単体で、遊ぶのもいいんですけど、なんかこうね、なんだろう、飾って、この形態で飾って、しげしげ眺めるっていうよりかは、もうこうやってね、変形させてパチパチ遊ぶっていうのがメインの玩具になると思うので、まあそういう意味ではね、非常にこの、うん、ちょうどいい塩梅のね、手軽さというか気軽さ。うん。こんないろんなところがぐり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 ね、動きまくるとかしなくていいんですよね。うん。しなくていいんで、これぐらいね、まとまっててくれれば、もう十分トランスフォーマーとしては、こちらとしてはね、100点をあげたいぐらいになってるかな、なんていうふうに思います。なのでね、造形も素晴らしいし、扱いやすいし、ね、うん。で、変形もしやすいし、で、パチパチ手遊びが遊べる。その上で変形後の恐竜形態でこれだけのクオリティでまとまっててくれるんだったら必要十分と。そういうような印象が受けました。はい。ということでですね、コメントいっぱいいただいてますね。おとかめライダーセイバーさん、こんばんは、俺方研究所さん。少しだけよろしくお願いします。コアクラスダイノボットたち、かっこいいです。あ、どうも、男仮面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。チアさん、いそうでいないアンキロサウルスの捏造ダイノボット、そういう解釈好きだな。こちらですね。スカウル。こちらがね、もともとは存在してないんですよね。もともとのダイノボットたちの中には、こんなやついないんですよ。今回捏造されて作られたというね、新規参入メカみたいなね、感じになっております。まあね、昔はそんなに、今ほどは、あれじゃん、メジャーじゃない恐竜でしたからね。当時はあんまりそこまで知られてなかったですよね、名前がね。スピノサウルスとかモササウルスとかも、知らなかったですからね、昔はね。うん。だから最近は結構そこら辺ね、アカデミックになってきましたよね、子供たちも。だから、いろんな恐竜出してもいいかな、なんて。なんか、ジュラシックパークが影響大きいですね。うん。なのでね、ダイノボットがね、さらにね、新しい時代に追加戦士なんか生まれて、非常に素晴らしいですね、その点では。オトカメラダセイバさん、ダイノボット、アニメではビーストウォーズメタルス以来、実写版ではトランスフォーマーの5作目以来ですね。ああ、そうですね。そうそう、ダイノボットはね、各種いろんなシリーズのトランスフォーマーにね、登場していて、で、ね、アニメ版もそうですし、実写版にもダイノボットたちはね、登場していて、うん、ナイトオープがね、出てきた、ね、活躍していたシリーズですね。うん。は、メインのね、切り札的な感じで、はい、使われてましたので、
いや、非常に素晴らしかったですね。こちらですね。ちょうど天の届くところにいるので。よいしょ。こいつですね。ドドン。はい。最後の騎士を。はい。こいつがね、活躍していったときに、自社版のダイノボットたちは、登場したって感じですよね。うわ、かっこいいなぁ。改めてかっこいいっすね。かっこよさだとこっちのね、このキャリバーオフの方がめちゃめちゃかっこいいんですよね。結構ね、映画版のね、トランスフォーマーとかって結構顔とかぐっちゃぐちゃになるじゃないですか。でもあの時のね、あのキャリバーはね、めちゃめちゃ顔がね、正統派にイケメン顔してるんですよね。めちゃめちゃ好きです、あれ。すみません。あ、ドラゴンシーザー、ありがとうございます。なんとかひねり出しました。ありがとうございます。チアさん、4、50ティラノサウルス。ありがとうございます。その4、50ティラノサウルスもそうです。両方正解。ありがとうございます。オトカメラダセイバーさん、レックス履いています。レックス輝いていますね。ダイノボット見かけたら手にしたいですね。そうですね。非常に。まあ、でもそんな、そっか、僕、中古市場とかあんまりこれに関しては見てないんですけど、どうなんですかね。出てるのかな、今。まあ、出ててもそんなには値段張らないと思いますかね、これは。うん。あんまりプレネついてどうこうって感じのやつじゃないですもんね、こいつらは。もしかしたら中古に出玉出てなかったら、ちょっとプレメついちゃうかもしれないですけどね。うん。スネマさん、VLEX からティラノのスタイル変わりましたね。そうですね。スーパー戦隊だといろいろね、出てますけど、徐々にこのね、前傾姿勢になっていったっていうかね、ここから尻尾がこう上がって、こういうスタイルにね、徐々になってきましたよね。VLEX ロボももうすでにこういう形になってましたしね。あれもね、アバレンジャーもそうですもんね。で、恐竜ジャーもそうだし、うん。で、騎士竜王のね、あれもね、出てこない。出てこないな。マスコットキャラのね、うん、竜奏者のマスコットキャラの、アンキローゼばっかり出てくる。くっそ出てこねえな。ね、あの子も、こんな感じのね、尻尾上げ型のね、ティラノサウルスになってるから。いや、だから、本当にゴジラ型のティラノサウルスがスーパー戦隊で出たのは、やっぱり、うん、10レンジャーが最後じゃない多分。ね。だけど僕の中でティラノサウルスというとやっぱこのゴジラ型なんだよな。こっちの方がかっこいいよね、ゴジラの方がね。うん。オトカメラでセイバーさん、10レンジャーのティラノゴジラサウルスも同じですね。大人気3作品、何かつながりがあると感じますね。まあそうですね。10レンジャーのね、ティラノサウルスのゴジラ型がかっこいいなと思います。オトカメラでセイバーさん、次の実写版か次のアニメトランスフォーマーシリーズにダイノボット登場したらすごすぎてリアリティかっこよくなると思います。そうですね。映画版は、もうシーズンがいろいろね、テーマが結構多分決まっていて、多分ダイノボットとかが出てくるっていうのは、うん、あの2作品で多分一旦終了だと思いますね。で、その次は、のシーズンからは、あいつがえっと、動物が出てくる、オプティマスプライマルとかね、出てこないんだよね。単語がね。
えーっと、まあいいか。動物のね、トランスフォーマーたちが出てくる感じかなと思います。でね、その次の、まだ出てないですけど、その次のやつも、多分それ系なんですよね。ただ、メインになってくるのは、あ、あの、ビーストウォーズ系のね、動物トランスフォーマーのメインは、最新作のやつで一旦終わりで、次も出てくるけれども、メインは多分そこじゃないっぽいんですよね。で、なんか、前作のトランスフォーマーのね、一番最後の最後に、あの、センセーショナルにね、最後のシーンで出てきた次の映画につながるシーンとして出てきたのが、なんと G.I. ジョーだったんですよね。G.I. ジョーとトランスフォーマーのこのコラボレーションというか、これが多分その次の実写版トランスフォーマーのメインのテーマみたいな、そんな感じになるんじゃないかななんていうふうに予想されてますね。いや、僕としては、ちょっと実写版トランスフォーマーめちゃめちゃ好きだし、いや、素晴らしいと思うんだけど、正直に言うとね、合体戦士と基地ロボが足りない。だから、僕はね、あの、一番実写版トランスフォーマーにね、期待してるのはそこなんですよ。あれが出てきてくれと。実写版トランスフォーマーで 201O をやってほしい。んですよ。201をそのまましなくていいんで、201O テーマのやつを作ってほしいんですよね。うん。だから、メトロフレックス、実写版のメトロフレックス、ガチの超巨大なね、アメリカの空母ぐらいのデカさのあるトランスフォーマーね、の、メトロフレックスと、で、さらにね、そこを移動基地として使いつつ、そこから発信するさ、ね、合体戦士たち、ね、ガーディアンとか、スペリオンとかね、あいつ、そういうのが出てくるとかさ、で、相手方の敵には、プレダキングが出てきてね、とかね、実写版プレダキング。いや、そういうさ、なんかこう、ね、合体戦士とか基地ロボとかが実写版で出てきたら、ちょっとえぐいよね。ねえ、なんかそれが一番今楽しみかもしんない。まあでもそういうのやってくんないんだろうな、きっとな。今が実写版で合体戦士って言ったら、あれあの、えっと、デバステーターね、6体合体になった、モンスターチックになったね、デバステーター。あれぐらいあとは、あの、ね、オプティマスが合体したジェットパワーオプティマスプライ、オプティマスプライムとか、合体するって言ったらそれぐらいですかね。うん。だからやっぱり実写版は合体成分足りないんだよな。なのでちょっと実写版には僕はそこを求めてしまいますね。オトカメラダセイバーさん、ダイノボットリメイク版パワーレンジャーに登場したメガゾードみたいな感じですね。ああ、なるほどね。確かに。スーパー戦隊的なね、感じのね、生々しいね、生物って感じじゃないですもんね。うん。機械の、あくまでも機械の恐竜って感じだから、確かにね、そういう意味ではスーパー戦隊とかね、パワーレンジャーに近しいかもしれないですね。もしかしたら、いつかパワーレンジャーのコラボでダイノボットとメガゾードが合体した究極すぎるロボ登場したら、ファンはすごいと拍手ですね。なるほど。
まあ確かにね、向こうだったらね、いくらでもやっちゃうのかもしれないですけどね。まあこちら側のね、日本側の目線からするとね、スーパー戦隊とトランスフォーマーなんでね、水と油なんで敵対してる同士なんでね、なかなかコラボは難しいんじゃないかななんていうふうに思いますけど、まあ向こうさんはね、そんなもん知ったこっちゃあるかいっていうことでやっちゃいそうな気はしますよね、アメさんの方はね。オトカメラダセイバーさん、今度トランスフォーマーのフィギュア見かけたらすみません。選んで手にしたいですね。オプティマスプライムの何のバージョン手にしたいですね。あ、なるほど。確かにね、いろいろこう見定めながらね、ご自分に合ったやつを、選ぶのがいいかななんていうふうに思います。さあ、そしてですね、これから一個一個変形させていきたいと思います。まずはですね、ちょっとね、一通りバーっと変形させて、ちょっと一個一個見ていきたいかななんていうふうに思うんですが、まずはグリムロックですね。こちらもね、なかなか面白い変形をいたします。まずはですね、この尻尾を取り外します。はい。そうしましたら、こちらですね、この部分が足ですね。ちょっとね、ここが、出っ張っちゃってるのがたまに傷なんですけれども、それは仕方がない。はい、ここ、ロックがね、結構はまってるので、ガチッと外しまして、そのまま伸ばします。はい、そうしましたら、足だった部分は、こちらお手手になりますので、こうぐるっと90度回転すると、はい、拳が出てきます。よいしょ。さあ、そうしましたら、こちらの上半身ですね。上半身を左右にパカッと割ります。で、そのまま、こちらの上半身は後ろに回して、バックパックにいたします。はい、こういう感じかな。はい、そうしましたら、取り外しました、こちらのパーツ。こちらのパーツを手に持たせて10ですね。手持ちの10にいたしまして、さあ、これで完成。グリムロック、ロボモードだイェイさあ、そしてね、一つ一つもう変形させていきたいかな、なんていうふうに思います。次はスワープですね。スワープ。こちらの方は足をですね、はい、展開いたします。と、翼を畳みます。これ、一手一手ね、ちゃんとね、こういう風に、ロックが入ってるんですよね。だから、こう、変形させるときも変な感じでプラ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 したりしないので、ここら辺は非常に、あの、素晴らしいなと思います。はい、こんな感じで、展開いたしまして、そうしましたら、首を展開して、頭を正面に向けると。はい。これで完成。スワープ。ロボモードだイェイおー、こちらもなかなかかっこいいですね。はい。ちょっと後でまとめてレビューしたいと思います。はい。お次ましては、スナールですね。こちら、スナール。実はね、これめちゃめちゃね、一番、これじゃないか。これではなかったです。ただね、ちょっと意外とね、ここら辺から、癖が出てくるんですね、変形に。なので、ちょっとやっていきたいと思います。まずはね、この下に剣が入ってますので、こちらを外しておきます。はい、そうしましたらね、こっからね、足なんですけど、結構ね、大胆なんです。ここパカッと割りまして、ただですね、一回これ割るんですね、左右に。パカッと。うん。で、これ足をこうやって展開して、この状態で首をですね、中に入れるんですね。ここに。はい。でこうすると、この足になるというね。おお。で、そうしましたら、ここ、手にロックがはまってるので、このロック外します。
で、腕を伸ばして、で、この尻尾を左右に分割して、展開。よ。最後に剣を持たせて、さあ、これで完成。スナール、ロボモードだ、イェイ。おー、素晴らしい。ちょっとこれ立ちにくいな。意外と立ちにくい。OK。さあ。そうしましたら次はスラージですね。こちらの方変形させていきたいと思います。これはね、特殊。すごい特殊ですね。まずここ、パカッと、はい、左右に体を割ります。で、そうしましたら、ここ足ね、こちらも開いちゃいます。そうしましたら、ここを軸にこうぐるっと反転させます。このね、構造がね、特殊なんですよ、こいつ。で、そうしましたら、一旦ここのロック外して、で、この背中のパーツを左右に割ります。はい。で、そうしましたら、この状態で、上半身をぐるっと回転。で、腕を展開して、帽子を後ろに回す。さあ、これで完成。スナール、ロボモードだ、イェイ。おー、特殊。こいつはね、一番こう合体選手として一番頑張ってるというかね、頑張ってるのでね、ちょっと単体だと割りを食っちゃってる感じ。こいつだけね、固有武器を持ってないんですよね。他はね、武器持ってるんですよ。まあ、そういう意味でもかなり割りを食っちゃってる感じですかね。さあ、そして、こちら今度はスカウルですね。はい。こちらのスカウルは、まずはこの尻尾ですね。この尻尾パーツを取り外します。はい。そうしましたら、足をぐるっと回転。そのまま足をぐわっと前に持ってきます。そうしましたら、背中を左右で割りまして、で、腰をぐるっと回転。最後に帽子を後ろに回して、で、先ほどの尻尾を腕に持たせて武器にすれば、さあ、これで完成。スカール、ロボモードだ。イェイ。おー、できました。総じて立たせにくい。結構後ろにコロンと転がっちゃいますね。OK。さあ、そして最後。最後は、こちらはスラッグですね。スラッグ。今回、コアロボに昇格いたしましたスラッグです。まずは尻尾パーツ取り外します。はい、そうしましたら足をぐるっと展開。はい、そうしましたら、こうね、前足というかね、腕なんですけれども、まず一旦ここ横に、上まで上げて、で、ぐるっと回転させるんですね。そうすると、ロボットの腕になるという、結構特殊な腕の回し方をいたします。はい、そうしましたら、こちらですね。
はい。恐竜のね、下顎の部分をくるっと回転すると、中にお顔が見えるというね。で、近年のね、トランスフォーマーだったら、これもね、後ろにこう回ったりなんかして、いろいろやってくれるんでしょうけど、ね、こちらはね、かつてのダイノボットの時と同じようにですね、このとんがり帽子頭で、はい、やってるのがなかなか愛らしいなというね。このスタイルでメインを張るっていうのもなかなか面白いですよね。お前はメインじゃねえだろみたいなデザインしてるんですけれども、今回はこいつがメインです。はい、これで完成。スラッグ、ロボモードだイェイということで、全部変形し終えました。いいですね。6体のダイノボットたちがトランスフォームいたしました。うん。やっぱり、なんだろうな、トランスフォーマーの合体戦士って、基本的には5体なんですよ。で、5体の時っていうのは、基本的にでっかいやつが1人いて、コロボが4ついるっていう感じ。で、コロボ4つがでっかいトランスフォーマーに合体しての巨大合体って感じなんですけど、合体するトランスフォーマーたちが全員同じサイズっていうパターンは、おそらく一番最初はプレダキングからだったと思うんですよね。うん、プレダキングは特殊でして、あれってね、一個一個が結構高いんですよ。だから、どちらかというと、そのね、本来だったら、合体選手の中の中央にいるね、巨大なトランスフォーマー、コアになるトランスフォーマー、メインになってコアになるトランスフォーマーぐらいのサイズのやつが6体合、5体合体。5体 ?6 体かまあいいや、ね、合体するっていうね、すごいね、特殊で、めちゃめちゃ豪華なトランスフォーマーだったんですよね、プレダキングって。で、それ以降で出てきたのが、で、それ以降で出てきたのが、最近だとね、クラウドファウンディングで出てきましたね。すごい伝説のトランスフォーマーであります。ライオカイザーですね。ライオカイザー。うん。あれも6体合体だったんですけど、あれもね、個々、コロボたちは、コロボのトランスフォーマーたちはね、同じサイズだったんですよね、各種。うん。で、そんな感じで、やっぱりね、頭身が同じになるっていう、分離したトランスフォーマーたちが同じ頭身でいるっていうのは、うん、なんかね、合体選手の中でも特別感があってすごくいいですね。僕はどちらかというと、全部同じサイズのやつが合体するっていう方が実は好きです。うん、その方が燃える。なので、うん、このね、同じサイズのトランスフォーマーたちがいっぱいいて、こいつらが合体するっていうのは、非常に僕は好きですね。めちゃめちゃいい。じゃあね、ちょっと一つ一つ見ていきたいな、なんていうふうに思うんですけど、グリムロックね、かっこいいですね。うん。まあもちろんね、コアクラスなんで、可動とかはね、ボールジョイントで動きますし、肘も動きます。なので、全然僕としては、もう必要十分以上の、可動だなと思います。ただね、近年のトランスフォーマーから比べると、ちょっと物足りないっていう風になるかもしれないんですけど、コアクラスなんで、十分ですよ。十分。しかもね、サイズ的にこのね、遊びやすいこのサイズ。もう小さくて大好きですね、これ。やっぱりね、僕はね、このね、ちっちゃいけどギミック満載のロボっていうのがね、もう本当に一番好きなんですよ。なのでね、これはめちゃくちゃいいですね。うん。なので、このサイズ感的に言うと、はい。スペリオンのコロボですね。
こいつらと同じようなサイズ感なんですよね。こいつらが6体合体するっていう感じで考えると、いや、非常に素晴らしいな。このサイズ感ね。だから当時やっぱりスペリオンね、めちゃくちゃ僕遊んだんですよ、子供の時に。だから、このサイズっていうのが、実はトランスフォーマー展開する上で、実は正解のサイズなんじゃないかなってちょっと僕思いますね。このサイズ意外と正解だと思う。うん。基地ロボともね、合わせやすいじゃないですか、このサイズだったら。いや、だからね、僕ね、普通にトランスフォーマーだったら、このサイズって統一しちゃってもいいぐらいだと思っちゃってますね。僕は結構これでね、うん、コアクラスの、合体戦士っていうのが、もう正直言うと一番好きかもしれないぐらいです。だから、これにさ、例えば、メインのね、ところで言うと、例えばこういうのに、よいしょ、こういうね、はい、ロボマス版スターセイバーね。こういうのとこうやって合わせるとさ、ほら、なんかすごい、ちょうどよくない？めちゃくちゃ。ね。だから、このメインの頃のやつはこんぐらいのサイズ、ロボマス版ぐらいでやって、だね、陣内とかさ、ね、ビクトリーセイバーとか、こんなんはこれでいいんですよ。で、これでいって、で、合体戦士たちはこういうのでやってっていう、このサイズ感いいんだよな。でこのサイズ感をもっと拡充してほしい、僕としては。ね、グリムロック。かっこいいんですよね。しかもほら、造形もね、意外とちゃんとしっかりしてるんです。うん。ちゃんとグリムロックっていう顔をしてるんですよね。うん。遊びやすいね。とにかくこのサイズ感が一番僕としてはね、触り心地いいです。またね、変に気取ったところがないんで、そう、手遊びするというかね、こう自由に遊べるっていう感じがあって、非常にすごいと思う、素晴らしいと思います。こちらスワープですね。うん。このスワープもね、なかなか、面白い造形。かっこいいです。でね、先ほどのね、かっこいいプテラノドン形態からちゃんとしたね、しっかりとした手足もね、ちゃんとがっちりしてるロボットになるし、こちらはね、肘可動がちゃんとあるんですね。で、肩もちゃんと動く。で、首ももちろん回りますし、こいつは平形の都合上上も向けると。で、腰も回転するんですね。うん。で、足も自由度高く、はい、動かせますので、こいつは可動性は非常に優秀ですね。そして、この翼のところにですね、武器が搭載されていて、なんとこれ二丁拳銃としてね、二丁ビームガンとして、はい、持つことができるんですよね。だから機動力を生かした戦闘を行ってるっていうイメージなんですけど、そういう意味で言うとね、非常に、この二丁拳銃っていうのはね、いい選択だなと思います。あ、立った。ね、これめちゃくちゃかっこいいですよね。うん。あ、これかっこいい。うん。非常にいいと思います。はい、こちらスワープですね。うん。で、こちらが、これスナールですね。スナール。こいつは割とシンプルなやつで、なんですけど、こいつもね、ちゃんと変形の都合上か腰もね、回転するし、
腕もね、肘関節も肩関節もボールジョイントでありつつ、非常にね、こんななりして、かなり、必要十分な可動性を持っております。あとね、剣も手持ち武器がね、ちっちゃいですけど、剣っていうのも非常にいいですね。だからね、このサイズでこれだけ動いて遊べるんで、いや、これは非常にいいですね。楽しい。この気軽さがやっぱ一番いいですね。だから、これだったらね、子供も遊べますよ。これだったらね、子供たちもそんなにね、変形も難しくないし、いや、いいと思いますね。はい、そして、今度はスラージかな。スラージ。こいつがね、特殊で、一番ちょっとね、割り食っちゃってるんですよね。だからさ、体型もね、他の、ちゃんとしてるんですけど、他のやつらからすると、ちょっと割り食っちゃってる感じの、ちょっとね、妙に腕がね、横にずれちゃったり、してますし、足もね、これちょっとね、特殊な構造をしてるんですよね。なんで、ここが軸なんですよ。ここが軸。で、この軸にこことここがつながってる感じなんで、ちょっとね、素直な感じの足ともちょっと違う感じ。もうちょっと割り食っちゃってる系の足になってみたりですね。こいつだけ固有武器がないんですよ。他の、はい、奴らは、自分たちの固有武器持ってるんですけど、こいつだけないっていうね。割りの食い方。ただ、しょうがないのはですね、こいつは、最後ね、合体した時に腰を担当するやつなんで、この腰を担当しなきゃいけない分ですね、いろいろちょっと、変形が、複雑になってくるので、こいつだけはね、はい、ボルカニカスに合体するためにね、ちょっといろいろ犠牲になってしまった悲しきダイノボットですね。はい、そして、新戦力スカウル。はい、こちらはですね、まあ、こちらもね、他のやつらと、テイスト合わせてきて、非常に、ダイノボット前としてて、非常にいいんじゃないでしょうか。非常に馴染んでおります。はい、肩はね、ボールジョイントで結構動きます。これね、残念ながら肘とかの可動は一切ないですね。これがもう完全に固定って感じです。なんですけど、足はね、ボールジョイントでしっかり開きますし、膝関節もちゃんと90度曲がるし、首も回転する。だからこれは本当に必要十分ですね。これだけ稼働できれば、何の文句もない感じですね。いやー、これコアクラスでね、こうやっていじって遊ぶの、すごく楽しい。ああ、いいですね。なんだろう、この気軽な感じ。このね、ちょこ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 喋りながらこう、ポージングしてるじゃないですか。全然気使ってないですもん、今。お酒飲んでさ、気使わないでこうやってね、ぐり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 できるのがね、めちゃくちゃいいですね。さあ、そして、最後はスラッグですね。はい。こちらはね、非常にね、特徴的なとんがり帽子を、かぶったような、はい、スタイルになってるんですけれども、これね、結構 G1 の時からね、特徴的な頭部なんですけど、そっか、今見たらね、ちゃんとこう、角がね、前に見えてるんですね、ロボットの時もね。そういうね、なかなかかっこいい感じの頭部をしております。ただメインを張る感じではないような気もしなくはないですけどね。そして腕もですね、肩はね、非常にグリ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 動くんですけど、こいつもね、肘可動はないです。固定です。で、腰の回転はありますね。で、足も他と同じ水準で、はい、膝は曲がりつつ、股関節はボールジョイントでグリグリ動くと。
はい。なのでね、こういう感じでポージングをするのは必要十分って感じですね。うん。首も意外とこうやって回転するんですよ、こうやって。これ非常に素晴らしいですね。はい。ということで、ダイノボットのロボ形態の方をご紹介させていただきました。いや、でもね、なかなかどれも素晴らしいですね。うん。なんかね、やっぱこうやって遊んでて、コアクラスめちゃくちゃ遊びやすいっす。またね、トランスフォーマーとして非常にね、まとまったデザインをしているというか、うん、変なところに破綻もないですし、うん、なんだろう、単体としてのトランスフォーマーとして遊ぶ分にも必要十分ぐらいだと思います。コアクラスとしてはね。うん、だからこれがね、ちゃんと合体するっていうのは、いや、本当に素晴らしいと思いますね。こんだけ、だから、手遊びして遊ぶトランスフォーマーとしては、めちゃくちゃ進化してると思うんですよ。だって、当時のね、トランスフォーマー、これでも僕、当時はめちゃくちゃ、すごいって思いましたよ。ちゃんとこう腕がハの字に、脇開くし、ちゃんとね、前にこうやってね、向けられるし、これだけでもすごかったんです。だけど、こう足はもちろんね、当然ながらくっついてますし、ね、伸縮する感じになるんで、自由度はないんですよね。うん。だけど、これでもう当時はね、夢中になって遊んでましたよ、これで。だから、子供にとってね、これで十分なんですよね。これがよ、こんなグリグリよ。こんな、ここからこうよ。いや、だからね、すごい進化だよなとは思います。そう、だからね、この進化の方向で行ってほしいなと思うんですよね。だから、まあね、おじさんとか大人向けとか、今の時代はもっとクオリティがとかっていう、うるさ型とかね、変なこじらせ系の、考察とかしちゃったりする方もいると思うんですけど、いや、原点に立ち返ってほしいっていうか、いやいや、そもそもそういうもんじゃないだろうと。だから、トランスフォーマーってもともとこういうふうにね、子供たちが、気軽に遊んで夢を育むためのよりしろなんで、自由に遊べてストレスフリーっていうのが一番大事なんですよ。だから、進化するって言ったら正当な進化はこれなんじゃないのって思いましたね。本当に。だから、新しいね、合体戦士スペリオンとかもね、出るんだったら、いや、コロボはせめてこのサイズで統一してほしいなってちょっと思っちゃいましたね。うん。で、これに2倍ぐらいのサイズの、シルバーボルトがつくみたいなね。うん。で、そのシルバーボルトにこいつら4体が合体みたいな、そういう感じのフォーマットであるべきだと本当に思います。だから、うん、ちょっとね、一回原点に立ち返ってみようよとはちょっと思っちゃいましたね。うん。これだったら子供たちにおすすめできるから、うん。で、変にね、デリケートなとこないし、壊れにくいと思いますよ。うん。いや、総じて僕は非常に素晴らしいと思いました。はい、山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。今日はヤマダ電機でウルトラアクションフィギュアシリーズ、ヤマダ電機限定ウルトラマン太郎ブラザーズマントセットを買いました。あ、どうも山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そして山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。いや、いつもありがとうございます。励みになっております。あ、そしてチャンネル登録者5000人おめでとうございます。ありがとうございます。
いや、皆様にね、支えていただいて、はい、なんとかね、到達することができました。ありがとうございます。ちなみに、明日は自分は同窓会です。ちなみに、ウルトラアクションフィギュアシリーズ山田限定ウルトラマンブラザーズマンとありました。ウルトラマン系なんですね。今回ね、ご購入されたというね。いや、非常に素晴らしいと思います。ウルトラマンもね、最近結構、新しいシリーズとかもね、始まってますし、よく続いてますよね。うん。なかなか、シリーズがね、続くっていうことは、それだけね、人気もね、持続してるからいいことだなと思いますね。まあね、国内需要がじゃあ言うてそこまでかって言われたら、どうなんだろうっていうのは思いますけれども、でもね、これだけ、ちゃんとシリーズ化してね、継続できて、ね、玩具もそれだけね、出てるんで、なんかね、こう、スーパー戦隊の方にコンバートできた中身があったんじゃないかななんて今になったらちょっと思っちゃう部分もありますね。チアさん、枕元に置きたくなる玩具な感じがいいですね。本当おっしゃる通りですね。枕元に置くのはちょうどいいかも。あと、食卓僕はね、食卓がいい、ね、結構こういうのね、遊ぶタイミングなんですよね。だから、こう、ご飯を待ってる間、2分とか3分とかっていう隙間時間があったりするんですよ。で、ご飯食べるんで、スマホとかもね、手元に置いてないし、ってなった時に、なんかちょっと手持ち無沙汰で、子供と喋りながら、お手手ではなんかしてるっていうパターンの時に、こういうのがね、ちょっとちょこんとテーブルに乗っかってたら、こういうのね、パチパチ変形させながら、そうなんだ、とか言って聞きながらみたいなね。そういうのにすごくちょうどいいですよね。またね、ミニチュア遊びとしてね、遊ぶ分にも非常に優れておりますし、いや、これは、まあ僕はね、大好きですね。いやー、今までいろんなトランスフォーマーも紹介してきたと思うんですけど、はっきり言うとね、一番なんだろう、安心してる。安心してますね。こういうところから、夢が広がっていくんですよ。うん。変形するのに脳みその、回路の70%、脳みそのね、脳内メモリの70%を変形っていうタスクに消化しちゃうと、残り3割のメモリでは夢は見れないんですよ。だけど、変形とか合体にメモリの2割しか消費しないとか1割しか消費しないんであるならば、残りのバッファーがあるじゃないですか。だから残りのね、7割とか8割の、はい、余力でもって、夢を膨らますことができるんですよ。遊ぶ部分ですよね、ここが。うん。だからね、そういうのってめちゃめちゃ大事で、今ってもうほんと変形合体させることに全てを置いてる感じ。だから、もう変形とか合体したらもう、はあ、はあ、つって、ああ、変形したつって戻し変形するのはあと3日後ぐらいっていう、そんな感じの精神の使い方を結構するような玩具が多いじゃないですか。だね、まあ、それはそれでいいんですけど、クオリティ高くてね。それはそれでいいんですけど、やっぱね、こう遊ぶ部分の玩具っていうのは、うん、大事ですね、そういうところは。この塩梅、この気楽さっぷりは、いや、これはね、素晴らしいと思います。正直言うと、トランスフォーマーの正解はこれだなってちょっと思いました。さあ、ここからですね、いよいよ合体させていきたいと思います。さあ、それでは、合体させていきたいと思います。
はい。まずはですね、どこから行こうかな。まずは足組みから行きますかね。足から。それでは、ここから合体していきたいと思います。まずは、こいつからですね、変形させていきます。はい。ダイノボットスナール。で、こいつなんですけれども、こいつはですね、まず剣を外します。はい。そうしましたら、こちらを取り付けまして、足を真ん中で接続。で、頭をぐるっと回転させたら、尻尾で頭を覆い隠します。これ面白いですね。肩頭がくっつくと頭を隠した上に尻尾になるというね。この処理面白い。はい。で、そうしましたら、はい。そうしましたら、こちらがですね、背中のパーツを取り外します。はい。で、そうしましたら、ここに合体ジョイントが隠れておりますので、この合体ジョイントを上に起こします。はい。そうしましたら、こちら腕ですね。腕は前にこのような感じで持ってきまして、ここにね、ちゃんとロックがあるんですね。中央でロック。はい。こんな感じで固定できますので、固定します。はい。そうしましたら、足をグリッと回して、で、ここにもロックがありますので、ここでロック。はい。そうしましたら、こちらの腕の突起に、こちらの背中のポッツを合わせます。で、ここで差し込んで固定。そうしましたら、こちらの剣を背中に差し込んで、これで足パーツの完成。はい。そうしましたら、次はグリムロックですね。はい。こちらは、このパーツを取り外しまして、で、はい。で、腕を前に持ってきます。で、ここもちゃんとロックがありますので、ロックをします。はい。で、そうしましたら、こちらはバックパックの方を前に持ってきまして、で、こちら側をこんな感じで、はい、持ってきます。ここら辺のね、側がね、結構、なんだろう、中途半端なんですよね。で、そうしましたら、こちら足は後ろに回しまして、そうか、その前にここですね。このジョイントを起こします。で、ここを中に突っ込んで、ここでロックして固定します。で、ここも固定か。ここも固定ですね。よっ。ここも差し込んで固定することができます。はい。そうしましたら、こちらの銃の方は背中につけておきます。これで、はい、合体準備完成です。さあ、そうしましたら、次が、こいつですね。はい。こちらの剣のスラージですね。このスラージが腰パーに変形いたします。こちらは上を万歳まずします。万歳をしましたら、ですね、この足をね、横っちょにこうやって広げます。で、横っちょに広げましたら、こんな感じで、
足を回転させます。こうですね。はい。これでももパーツになります。まずはこれで合体準備。そうしましたら、こちらですね。腰パーを上に上げておきます。これで合体準備完成です。これはこのまま置いておきます。さあ、そうしましたら次は腕組み。新しい新戦力スカールですね。こちらの方は、はい。まずは武器を取り外しまして、はい。でまずはこちらですね。腕を正面で合わせます。で、ここで中央できちんとロックします。で、そうしましたら、足もこのままロックします。そうしましたら、こちらですね。ここに合体ジョイントがありますので、これを展開しておきます。はい。そうしましたら、取り外しましたこの腕パーツですね。この腕パーツをここの突起に接続。はい。これで、前足か。前足はこのように前に出しておいて、さあ、これで合体準備完成です。こうですね。はい。これで合体準備完成です。さあ、続きまして、はい、スワープですね。こちらのスワープは、この二丁拳銃取り外します。そうしましたら、この二丁拳銃ですね、中央でこうやってまとめると、はい、なんと拳パーツになるんですね。これいいアイディア。うん。これ、すべての武器が全部、ね、どの形態でも余剰パーツが一切ないっていうのも、めちゃくちゃ素晴らしいですよね。うん。このね、スワープのこの二丁拳銃のこの処理、僕すごいいいですね。すごい好き。はい。そうしましたら、上向いて、はい。プテラノドンの頭を出しておきます。でそうしましたら、こちら腰をぐるっと回転します。で、こちらでロックします。はい。そうしましたら、翼をちょっと前に持ってきておいて、で、こちらで腕をロックします。腕をロック。はい。そうしましたら、ここですね。ここに、このダボ穴にここを差し込みます。はい。これで、さらにここに合体ジョイント展開して、はい。これで合体準備完成です。だんだんできてきました。最後ですね。最後。こちらスラッグですね。こちらが今回のコアになる、はい、トランスフォーマーになっております。まずはですね、こちら、手持ち武器取り外しておきます。そうしましたら、こちらは、下顎を前に持ってきます。はい、そうしましたら、ですね、はい、まずはこちら足ですね。この足をぐるっと、回転する前にこの背中のパーツですね。この背中のパーツをこう横に広げておきます。はい、そうするとここにね、首のパーツが出てくるんですね。うん。で、こうしておいてから、足をぐるっと回転
で、ここで、はい、しっかりと固定しておきます。はい、こんな感じですね。そうしましたら、足を下に下げまして、はい、これで合体準備完成です。さあ、いよいよ、こんな状態になりました。おー、いいですね。素晴らしい。はい、そうしましたら、いよいよ合体させていきたいと思います。はい、まずはですね、こちら、いいのか、ここで。はい。まず、ボディですね。このボディを合体させていきます。まずは、こちらのボディは、ですね、こうか。こうでした。失礼。腕は逆でしたね。こうか。ここでロックですね。失礼。この状態にしておきまして、腕をちょっと開き気味にしておきます。で、ここのダボ穴とここのダボ穴で合体します。合体。ガジャンと。おー、いいですね。しっかりと合体しました。そうしましたら、ここの腕のダボ穴とここのダボ穴、トツを噛み合わせます。おー、しっかりと噛み合いました。ね、これでもうがっちりと合体しております。そうしましたらですね、こちらの武器なんですけども、この武器を、はい、取り外しますと、なんと頭部が隠されておりますので、こちらは置いておきます。で、残りのこのパーツをこちらの穴に差し込みます。先に差し込んどいた方が良かったですね。すいません。これは先にやっといた方が良かったです。失敗した。先にやった方が良かったです。先にくっつけておいてから、先ほどの工程を行います。で、その際にね、このダボ穴も、ここと噛み合わせてね、3点で噛み合わすことになりますね。なのでね、かなり強力に接続される感じになりますね。でも結構、すごいですね。このがっちりさ加減。ここまでがっちりさせなきゃいけない感じでもないような気がするんですけどね。うん。がっちり合体しました。おー、すげえ塊感。すごいね。めちゃめちゃちゃんと合体した。はい。そうしましたら、このボディに先ほどの足を合体させていきたいと思います。合体ジョイントはこちらですね。普通に差し込むだけです。合体。おー。合体。ガチャ。めちゃめちゃかっちょいいな。すごい安心感。すっごい安心感ですね、この合体。いやー、この合体の安心感すごいな。さあ、そうしましたら、腕も合体します。腕はこちらですね。このジョイントに合体します。合体。おー、いいですね。こちらも合体。おー、合体できました。さあ、そして最後に、
頭部をヘッドオン。さあ、これで完成。ボルカニカスター、イエーイ。おー、合体できました。めちゃくちゃいいね、これ。かっこいい。すごいね。なんだろう、このまとまり感。めちゃくちゃすごくない？で、しかもさ、あんだけ遊びやすいね。各トランスフォーマーのコアクラスのさ、ちゃんと単体でまとまっていて、ある程度稼働もして、ちゃんと変形もしてる奴らだったじゃないですか。その6体が合体したにしたら、まとまり方がえぐくない？だって何にも不自然なところがないよ。ほら、なんか変なところ飛び出てるとか、なんか余計なものがぴょんぴょん出てるとかってのないじゃないですか。ちゃんと、ちゃんと合体してる。うわー、これ、いいっすね。めちゃくちゃすごい。で、こちらはね、肘の可動はなくなりますので、肩だけの状態になるんですけど、でもね、ちゃんと腕をね、大きく開いたりすることはできますし、ね、首も横向いたりすることもできるし。で、なんとね、腰可動があるんですね。だから、で、こちら肘も、膝とかもね、ちゃんと可動しますんで、いや、もう十分ですね、こんな、合体選手としてこんだけ動きでは十分すぎます。うわー、これいい。これいいですね。背中もちゃんとまとまってる。いや、本当にクオリティ高いよ。めちゃくちゃ遊べるよ。ねえ、今見た通り、別に合体するのもね、全然苦じゃないんですよ。何にもなんかおかしいところがなくて。いやー、素晴らしいと思います。また、ね、先ほども言ってました通り、各形態にね、あった保有武器たちが全部合体パーツとして組み込まれてるんで、あの、各コロボたちの武器とかが余剰パーツ一切出てないんですよね。一切ない。ここがいいよね。だから、もう武器も含めてこの状態なんですよ。武器も含めて全部この塊の中に全部含まれてる。だからこれがね、いやもう本当に最高。意外と子供の時も本当に思ってましたけど、余剰パーツとか武器とかって意外とね、遊んでるとだるいんですよ。これどうすりゃいいのっていうね。この剣っていう。だからね、分離した時に、どこにも収めておけない武器とかってね、意外とね、困るんですよね。で、なくしちゃったりするじゃないですか。その点考えると、やっぱこれ、合体の中に全部含まれてるっていうのは、いやー、最高。まあね、パワーオブザプライムス版の、ボルカニカスは、ここのね、中央にあるこのね、胸がトリケラトプス胸じゃなくて、
ティラノ胸だったんですよね。うん。ここにね、ティラノサウルス顔があったんですよ。グリムロックの。グリムロックが中央にいるんで、そういう感じのね、コアがグリムロックの合体になってたんですけど、で今回はね、これがね、なぜかトリケラトプスが顔が胸になってる、トリケラ胸になってるんですけど、でおそらくなんですけど、これって、これのね、リデコ商品があったんですね。で、それがね、ダイノキング。プリテンダーとかのね、時のやつですね。超人マスターフォースの時に出てきたダイノキングです。ダイノキングが、これのリデコ商品として出たんですけど、うん、なんとなくなんですけど、どっちか言ったら、そっちが先だったんじゃないのかなと。企画自体は。だから、だけど、いきなりダイノキング出しても、割とあれマイナーじゃないですか。で、なんで、いや、マイナーなやつを出しても、まあ、なかなかお客つかないんじゃないかなっていうのも見越して、まずは、お客さんの食いつく、ダイノボットのボルカニカスで一旦こう、まとめておいてから、これのリデコとしてダイノキング出した方が、すんなりと市場に受け入れられるっていう感じで、三段踏んだんじゃないかな、なんていうふうに、ちょっと僕は邪推してるんですけれども、なんかね、そんな感じがしますよね。うん。なんでね、ちょっとね、ダイノキング、そのリデコのダイノキングの方が若干、形状とかは洗練されてるというかね、例えばこれだと、やっぱね、スワープの、腕のここがね、やっぱりこう欠けちゃってる感。ここの欠けてる感が結構あるんですけど、ダイノキングの時はね、ここちゃんとしたブロックになってるんですよね。そういう部分ではちょっとね、向こうに分群倍が上がるというかね、やっぱどっちかというとプロトタイプっぽい感じになってるんですけど、いやでもね、これ、十分ですね。遊ぶ分には。めちゃくちゃ素晴らしいと思う。やっぱこう、ロボット玩具ってこうだよなっていうのを、うん、この時代で一番よく表してるかも。いやー、これ、最高っすね。これ最高。めちゃくちゃ僕は好きですね、こいつ。あ、チャーさん、枕元に置きたくなる玩具な感じがいいですね。いや、もうまさにそうですね。これは本当に枕元に置きたい。やっぱりこう、なんだろう、自分で手を動かしてパチパチ遊ぶっていうのもそうですし、またこのね、この様を見て、そのね、このバックグラウンドのこの、にね、こう、オーラのようにまとう、このね、ギミックたちですよね。分離したら恐竜になって、ロボになってっていう、このね、機能を、このね、この体をよりしろにして、こう、想起させるじゃないですか。この想像をさせるだけで、いや、いい夢見させてくれそうですよね。うん。で、またね、そう、コアクラスだからとか、ね、そういうので、言い訳してないんですよ。言い訳がなく、ちゃんとかっこいいんです。ちゃんとかっこいい。まとまってて、プロポーションめちゃくちゃまとまってて、ね、顔もちゃんとかっこいいんですよ。ダイノボット前というかね、グリムロックからパワーアップしたような顔。この顔もいい面構えしてるんだよな。だからね、なんだろう、変な妥協みたいなのもないし、いや、これ傑作玩具じゃん正直、めちゃくちゃいい玩具だと思うな。
チェアさん、まさかのグリムロックが足には驚きました。いや、もう多分ね、もうみんなそう思った。僕もそう思った。これ、グリムロック足っていうね。いや、ちょっとね、グリムロックが、僕たちのグリムロックがとは思いましたね。ちょっと尊厳破壊的な感じはありましたけど、まあ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 、でもね、あの、頭の面積的には、体積的には、ティラノの頭よりも、確かにね、トリケラの頭の方が巨大だし見栄えがいいのもありますよね。ただ、グリムロックいろいろ不遇なのが、あのね、このパーツがね、意外と定まってない問題。公式でこうなんですよ。なんかこう、やめてっていう、やめてっていう感じになってるんですよね。この顔を隠してる感。こいつなんとかならなかったのか問題はありますね。これ別になったらティラノの顔出しちゃえばいいじゃんって思いますけど、出したら出したで非常にこう内股で邪魔なんですね、このパーツがね。なかなかむずい。ただ、いろんな意味で、ちょっとね、グリムロックが不遇なんですよね。ちょっと不遇。まあ、こうするぐらいしかないかな。うん、アレンジ的にね。うん。まあ、ちょっとね、グリムロックが不遇なのがたまに傷って感じですね。うん。チェアさん、その邪推大体当たってますよね。ライドキング、足首武器がありませんもん。ああ、なるほどね。確かに確かに。そう、リレコになったダイノキングが、結構ね、ここから、パワーアップしちゃってるんだよね。で、確かにね、この腕がね、これが、こうなってるんですよ、ダイノキングは。で、ここが、ボックスになってるから、ちょっとね、ここはね、肘可動がね、こうあったりするんですよね、向こうさんは。そんで、こちらはね、このまんまね、地べたについてますけど、ダイノキングはね、ここに平べったいスリッパがくっつくんですよね、パーツとしてね。だから、まあ、その分ね、向こうの方が優遇されてるというか、そういう、問題がございます。まあでも、まあ、正直なとこ言うと、夢があんのはこっちですよね。夢があんのは絶対ボルカニカスの方が夢があんだよな。うん。やっぱダイノキングにね、ライオカイザーほどのカリスマ性はなかったですよ。ライオカイザーとか、プレダキング並みの、うん、破壊力はないんだよな。だから敵の合体戦士的に、やっぱりこうね、うん、あの、輝いていた感じっていうのは、結構稀ですよね。うん。だから、プレダキング、ライオカイザーとかが、ちょっと異常なぐらいかっこいいじゃないですか、敵なの、デストロンなのに。そう考えると、ちょっとね、ちょっとパンチ弱いんだよな。しかも、もともと、あれだもんね、プリテンダーだもんね。元のプリテンダーって、なんだろう、劇中だと、生身から変身してトランスフォーマーになるんですよ。で、そういう奴らのことプリテンダーって言うんですけど、それ玩具でどうやって再現すんのってなったら、逆転の発想で、トランスフォーマーに思いっきり側をかぶせんですね。で、側をかぶせて、あの、人間型とか恐竜とかになるんですよ。で、トランスフォーマーにするときはその側をバリーって剥がして、中から卵から生まれた感じでね、やるトランスフォーマーが出てくるんですね。だから、その側をかぶせたときは、なんかこう人間だとね、ハンプティ・ダンプティみたいなね、卵人間みたいなレベルで膨らんでて、
結構ね、恐竜とかはちゃんとしてるんですけど、人間とかは結構悲惨な状態になってたんですけど、だからね、結構、プリテンダーってトランスフォーマーでもかなり異色で、で、ダイノキングとかだと、恐竜状態はすごくまともなのに、外すとね、中のトランスフォーマーがなんだかよくわかんないちっこい奴らになるんですよ。なんか、モンスター形態に変形してんだけど、これ何形態なのみたいなね。よくわかんない状態に変形してるものが、トランスフォームしてロボになり、ちっちゃいロボになって、それが合体して、ダイノキングになるっていう感じだったんですけどね。まあ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 、企画としては非常に面白いんですけど、プロダクトとして夢が見れるようなかっこよさがあったかというとね、ちょっと疑問符がつくような感じ。だからそいつをね、今回のこのね、リメイクでバチバチに出しましたって言っても、あんまりちょっとね、あんまりちょっと触手伸びないかもなっていうのはあったんで、やっぱこっちですよね。まあ、ただね、確かにおっしゃる通り、ちょっと足りない部分は多少あるか、まあね、いや、100点なんですよ、僕からすると。ただ、まあ、もちろんね、何か、こう、もうちょっとなんかないかなっていう、思いがあるのはわかります。例えばね、ここが欠けてるとか、足首がないとか、あと、固有武器というかね、こいつにふさわしい武器っていうものがないんですよ。うん。コロボの時の武器は全部まとまってるんですけど、ここにね。じゃあ、このボルカニカスのにふさわしい巨大な武器はっていうとないんですよね。そこら辺が寂しいなというところで出てくるのがドド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 ンと。ボルカニカス専用の武器です。武器とそこら辺のこうだったらいいなっていうのを詰め合わせセットがこちらのサードパーティー DNA デザインから出ました PK47 アドオンパーツです。さあ、そのアドオンパーツがこちら。ドド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 。あ、やっぱ。外れた。外れました。ドドドドドが失敗しました。これね、外れやすいんですよね。もう一度。ドドドドドド。ドドン。おー。出ました。アドオンパーツ。このアドオンパーツの集合体をですね、こんな感じのベースモードというかね、基地モードとして、はい、飾れるというモードらしいです。まあね、もちろん、賛否あります。もうちょっとなんとかならなかったのかとかね。賛否はあるのはわかるんですけれども、まあ、とりあえずちょっとやってみようやっていう感じですかね。このね、この、アドオンパーツ、まあ、このような形で、基地モードとして全てまとめられるっていうのもまた素晴らしいんですけど、これね、各コロボの、はい、武器とかも、いっぱい詰め合わせられてるんですよ。でここが素晴らしいですよね。これめちゃめちゃいい。なので、ボルカニカスの時にアップグレードするだけでなく、コロボの時でも武器がね、満載になるっていう良さがあります。なので、ちょっとね、こちらの方、まずは、ボルカニカスにアップグレードをかけていきたいなと思います。
でね、これのね、いいところは、これだけじゃなくて、実はね、こういうね、いろんなところに多少の、肉抜き穴というか、ちょっとこれパーツ足りてないんじゃないの系の穴とかがいろいろ開いてるやつらも多少いるんですよ。こういうところとかね。で、そこのね、塞ぐ蓋パーツみたいなのも実はついてきます。なので、ちょっと、まあ、ちょっとね、蓋パーツの方はちょっと今回割愛させていただきたいなと思うんですけれども、でね、その他に、このグリムロックのこのね、この側パーツ、この腕パーツところなんですけど、前足が動かないって固定なんですね、ここ。だからね、これが、グリムロックなのに、ちょっと、切ないなっていうふうに思ってしまってたんですけど、なんとですね、この前足が稼働するタイプの側パーツをつけてくれたりしてるんですね。こういうね、かゆいところに手が届く、非常にね、素晴らしいものになっております。ちょっとこれもね、交換するんですけど、本来。でもちょっと今回は、時間の兼ね合い上、ちょっと割愛させていただくんですが、はい。ということでですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。まずはですね、もうメインから行ってしまうんですけれども、このボルカニカスをアップグレードしていきます。はい。こちらのアップグレードをする際に、はい。まずはですね、こちらの拳パーツを取り外します。拳を取り外して、で、それでですね、こちらですね、こちらの、左腕の方を、こんな感じで腰を回転させて、ぐるっとまとめて、はい、こんな状態にしておきます。で、これで再度合体。はい。で、こちらのスワープの方も、腰を回転させて、で、翼をちょっと避けといて、はい。こんな感じで、はい。こんな状態で足を畳んだ状態で再度合体させておきます。はい。はい。これで合体準備完成です。はい。そうしましたら、こちらですね。このベースモードから各種パーツを取り外しておきます。よいしょ。いろいろポロ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 外れてしまうんですけれども、結構ね、このね、ベースモードね、ただ取り付いてる、組み合わせてるだけって感じで、結構保持力ないんですよね。はい、こんな感じで武器を取り外しました。はい、そうしましたら、こちらですね、足パーツ。これ取り外しておきます。はい、そうしましたら、この足パーツを早速つけていきたいと思います。こちらも外しておきます。まずは、この足ですね。こちらを、ここですね。この腰のところのダボ穴に、この足首のパーツを取り付けます。えい。あ、意外としっかりはまりますね。はい。
はまりました。これでかっこいい足首ができましたね。おー、いいねー。素晴らしい。そうしましたら同様にこちら側、グリムロックの方にも合体させます。合体。えい。合体。合体。はい。これで固定できました。そうしましたらですね、こちらはかかとに、こちらにね、なんとなくつけられているこの武器ですね。この武器はこちらに取り付け直して、かかとパーツにします。こんな感じですね。うん。おーおーちょっと頭身が上がったし、おーすげえなんか、クオリティが上がった。クオリティが上がりましたね。はい、そうしましたらこちらのこのパーツですね。このパーツ取り外しますと、これが腰になります。そうしましたら、このパーツを腰に取り付け。これもいいんですけどね。うん。でもこれをつけると、よりかっちょいい腰だれになります。うん。なかなかいいですね。うんうん。はい。はい。そうしましたら、こちらは、なるほど。片側だけ展開するんだ。こっちの方は閉めておいて、こっち側だけ展開します。こうですね。こういう感じ。で、片側だけ展開しまして、これに、こちら側のベースのパーツを取り外して、で、これを、はい、こうして、この状態で差し込みます。これで差し込めんの？あ、こうか。おー、できた。あ、しっかりできますね。おー、うん、さっきよりかは格段に格段にクオリティの上がった腕になりました。だいぶ伸びましたね、腕が。おー。なるほど。で、そうしましたら、こちら残った方の腕も武器を取り外しまして、で、そうしたら、こちらの腕は、一旦開いて、で、ここのダボ穴に差し込むのか、ここの肉抜き穴を利用してるっぽいですね。で、これでこの肉抜き穴を挟み込んで、そしたら再度ロックですね。こうか。おー。しっかりと腕になりました。うわ、これは素晴らしい。これ素晴らしいですね。あ、格段にクオリティが上がった。なるほど。はい、そうしましたら、今度は背中に回りまして、で、こちらですね、使わなくなったこの拳パーツ。で、この拳パーツを、
えっと、ここにこういう感じで組み合わせて、こういう感じですね。それで、えっと、こちらの方で、ここに差し込んで、はい、ここに入れて、余剰パーツなしにしとけという指示がありますね。はい、こんな感じで差し込んでしまいます。どっかに固定というよりか、隙間に差し込めって感じですね。なるほど。でも余剰パーツにならないのは非常に素晴らしい。おお、その上で、こちらですね、巨大な剣。でこちらの剣を、ほうほうほう。一振りにするバージョンと両手剣のバージョンがあるそうで、一振りの場合はここでたすき掛けにして、斜め掛けでも背負えるようですね。こんな感じで。でも、両手剣なんで、両手剣の場合だと、この背中のここの、このダボ穴に、縦のダボ穴にこういう風に縦に設置するようですね。こっちの方が全然かっこいいですね。うん。こっちの方がいいんじゃないですか。こうしときましょう。おー。はい。そうしたら、こちらね、残ってる各種、細かい武器たちがいっぱいあるんですけど、ここに。これをあの、いろんなところに取り付けていく感じですね。まずは、この剣ですね。この剣は、はい、この、これが、はいはいはい。この腕に取り付けられるようです。ここにこういう感じで。ちょっとこうしといた方がかっこいいかも。斜めにつけましょう。おー、かっこいいですね。なるほど。クリアパーツなんですね、オレンジの。これがね、すごくボルカニカスに合ってて、しかも豪華っぽくなって、非常にいいですね、このクリアパーツ。はい。そしてですね、こちら、このちっちゃい剣は、はい。こちらですね、ここに取り付けておきます。なんかね、いろんなところから炎が吹き出てるようで、かっこいい。うん。でここに取り付けておきます。で、こちらですね。こちらの剣は、はい、スワープのここに取り付けます。ほうほうほう。なるほど。いいですね。はい、そうしましたら、次が、と、これか。この大砲みたいなやつ。こいつを、ここの腕に取り付けます。
この腕に取り付けて、はい。武器として使えるんですね、これも。おー、いいですね。はい。そうしましたら、こちらにですね、なんかこう、尖ったミサイルみたいな武器があるんですけど、このミサイル武器は、スワープの手に持たせる感じよ。こういう感じですね。よ。硬い。硬った。はい。取り付けられました。おー、だんだんできたや。はい。そして、こちらですね。こちらのキャノン砲は、ここですね。このダボ穴に差し込んでいく。おっと。ここのダボ穴に差し込んでいく。よいしょ。おー。たら、これも、ここでいいのか。これはここでいいのか。はい。さあ、これで全部整いつつ、最後にですね、ちょっとグリムロック、一旦外しましょう。このグリムロックの、頭を、これ怖いですけど、頭を外す。はい、外して、で、外した頭を、この足の裏に、こうやって収めて隠しておけるそうですね。はい、こんな感じで。で、そうしましたら、ここが、なんだかよくわかんない系の、これどうしたらいいんだっていう処理の問題。で、この処理の問題を、ちょっと力技で解決してますね。ここ全部外しちゃう。外して、でせっかくだから今外したんで、DNA デザインのこちらの腕可動バージョン使いましょう。で、これ左右逆に取り付けるんだそうです。よいしょ。あ、怖い。あ、できた。で、こちらを、こういう感じで、はい、こうやることによって、はい、なんと、膝パーツにしたんですね。はあ、はあ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 。これは素晴らしいな。ああ、格段にまとまりが良くなった。確かに、こっちの方が全然いいですね。はい。ということで、これで、よいしょ。これで全て取り付けられました。さあ、これで完成。アップグレード版、ボルカニカスターイエーイ。おー、ようやっと合体できた。ちょっとね、合体させたまんまなんで、ちょっとポーズ取ってなかったんで、あれですけど、わあ、また外れた。あれちょっと外れやすいですね。一旦はけとこう。おー
素晴らしい。なるほど。確かにさっき弱点と思われていた部分が、うん、全部解消されましたね。網羅された。ああ、これはいいね。ここ外れちゃう。はあ、なるほど。いや、めちゃくちゃいいな。しかもほら、こういう風にね、各所にちょっとちっちゃいながらもクリアパーツいっぱい取り付くことによって、いや、豪華感が増しましたね。はあ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 。そして、最大の弱点だったこの肘の可動がないっていうのと、腕がなんか、取ってつけたような腕になっちゃってた問題が、これで全部解消されてる。これでね、肘可動が生まれましたので、自由度がはるかに増したのと、ちゃんとした腕になった。ね。それと足ですよね。ちゃんと足首。しかもかっこいい足首がつきました。しかもね、拳パーツもこれね、なんと5本全部独立稼働します。はあ。というね、豪華なハンドパーツまでついてきます。おー、これは、うん、文句なしにかっこいいですね。しかも、その、ボルカニカスになった時になかった、このね、この巨体にふさわしいこの巨大武器。これがですね、なんと、おお追加された。うわめちゃめちゃかっちょいい。はあ、これは、かっこいいですね。ちょっと両手持たせましょう。両手持たしたい。これ結構、これが結構むずいな。これは結構むずいぞ。これは一旦置いときましょう。ここはね、ちょっとポロリがありますね。ポロリが。で、ここに、こうして、ちゃんとね、これ、拳がね、5本指がここ独立して稼働するんですね。うん。で、さらに、ちゃんとダボ穴で固定できるので、しっかりと、少々お待ちください。ちょっとボールジョイントが外れた。はい、OK ですね。しっかりとダボ穴に握らせることによって、保持力を確保しつつ、巨大な剣を持たせることが可能です。おー。両手剣を持てた。うわ、すげえ。おー。
かっちょいい。これはすごいね。おー、すげえ。おー、うん。これはさすがです。これは文句のつけどころないね。めちゃくちゃかっちょいいわ。はあ、これはいい。やっぱさっきの、弱点のね、すべて解消している。でまたね、このティラノのね、このグリムロックのこのあやふやなボディパーツ問題を、でっかいね、膝パーツというか、膝アーマーにしたっていうのは、いや、これはいいですね。ここはね、ちょっとやっぱりね、もやりポイントだったんですよ、だいぶ。これをね、このアレンジしたのはさすがだな。うん。これ完璧版じゃない？完璧だと思います。素晴らしい。これ、ここに持たせるっていうのはどうだろう。こっちに持たせちゃう。うん。これでいいんじゃないですかね。うん。こっちの方がいいか。うん。これでいいや。おー。素晴らしい。かっこいいね。ちょっとね、やばい。あ、これ完璧かも。いや、これ、ちょっとトランスフォーマー遊べすぎでしょ、これ。しかもこの巨大に合体したこの姿で、前回やりました。ロディマスと並べますとこんな感じです。こんな感じのサイズ差。こんだけ合体して、まだやっぱりロディマスよりもちっちゃいんですよね。このちっちゃさいいわ。素晴らしい。ね、通常の、これちょっと腰が立たないんだよな、こいつ。しかもちょっと結構癒着してる？ちょっとやめとこう。怖い。こいつはどうだ？はい。じゃこいつで行きましょう。はい。こいつはね、ちょっとちっちゃいんですけど、バンブルビーと比べると非常に、おー、迫力がありますね。こいつも比べてみると、ドドドドドドドーン。メトロフレックス。いいね。いいね。ちょっとね、テイストが違うから、こいつは置いといて、こいつにしとこうか。素晴らしい。よいしょ。せっかくだからね、以前ご紹介しました、
ミッシングリンクウルトラマグナスなんかも並べたりして。おーおー素晴らしい。この並びよ。ここでね、こいつも並べてみましょうか。ドドン。スターセイバー。おー、めちゃめちゃいいね。いつもだったらこう並べたら、こんだけ巨大なんですっていう感じで並べるんですけど、こいつの場合はね、こんなにちっちゃいんだよっていうための並びです。おー、この小ささで、この満足感、この充実感なんですよね。いやー、これたまらないなちょっとね、まだ、今後ね、先ほどのスターセイバーはレビューしたいなと思っているので、ちょっと一旦これははけておきましょう。いや、でもコアクラスの良さっていうのはやっぱこういう風にさ、基地ロボと並べられるってとこだと思うんですよね。だから、まあね、ダイノボットだとあれなんですけど、例えばね、このコアクラス系で、なんかこう、別のね、マシン系の合体戦士だったら、すごい親和性あるんですよね。ここに、こいつに搭載してね、遊べるようなサイズだったらもうなおよしですよね。いやー、これは夢が広がります。やっぱり基地ロボと並べるトランスフォーマーっていうのが僕の中ではね、一番燃えるんですよね。あ、これいいわ。なんかね、子供の時の感覚に戻りますね、これ。子供の時こうやって遊んでたんだよな。このメトロフレックスで。はい、ということで、一通り並べさせて遊ばせていただきました。ね。まあ、本来だったらね、ちょっとここからさらに、このね、分離して、あの、各ね、コロボたちに武器持たして、で、さらにね、このちっちゃい武器とかは、コロボの時にもと、恐竜モードの時にも取り付けられるんですよ。このでかいね、パーツは無理なんですけど、なので、ちょっとね、そういうのもお見せしようかななんて思ったんですけど、ちょっとね、時間的にはちょっと難しそうですね。なので、ちょっとそこら辺は割愛させていただきたいなと思います。チアンさん、自分もコンバイナーのスペリオンのアドオンパーツの、手足首を買いましたが、バラメカ状態だと意外と持て余しています。あははは、なるほどね。はははは。あ、コンバイナーウォーズの時の、スペリオンとかの手足ね。ああ、でもあれすごいよね。足とか分割して展開するとね、バルカン砲みたいになるんですよ。でね、結構ね、巨大な武器になるんですね。で、拳パーツも単体でね、ばらして、10パーツになったりするんですよ。あれはすごい、めちゃめちゃ重宝しますよね。で、いろんなコンバイナーウォーズの合体戦士にコンバートできるんで、すごい有用なんですよね。あれは、めちゃめちゃ、なんでしょう。神アドオンパーツだと思います。チアさん、かっこいい。合体形態、限定のアップデート版って感じですね。
あ、確かにね。うんうん。このね、そう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 。やっぱり、なんだろう、今までの、サードパーティーのね、アップグレードって結構バラメカの時にも、くっつけてられたんですよね。先ほどのね、お話にあったようなやつ、このね、足パーツ、コンバイナーウォーズの時の足パーツなんか、これね、2個にバコンと割れて、で、巨大なバルカン砲として、コロボの時にも装着できてたんですよ。だけどね、今回のやつは残念ながらね、この大ぶりなね、この足首パーツと腕パーツと、あとこの巨大剣。これに関してはね、コロボの時には取り付けてはいられないですね。取り付けられる多分感じではないんで、なので、さっきね、お見せしたような、ベース、基地ベースベース形態みたいな感じでまとめておけます程度で、済ませちゃってるんですよね。だからね、まあ、ちょっとこれは望みすぎかもしんないですけど、このね、大ぶりなパーツを全部合わせたら、なんかの恐竜になるとかね、見立てでも。みたいな感じにしてくれたら100点満点だったなというのはありますね。うん。衣に装着できないのであるならば、なんか単体でね、トランスフォーマーしろとは言わないけど、なんか恐竜になってくれるみたいなね、ブラキオサウルス的な感じの形態になるとか、そんな感じのアレンジがあったら、もう100点満点だったんだけど、ちょっとなかなか、そこだけちょっと1点残念ですね。でも、いや、これだけ遊べるボルカニカスに、さらにね、アドオンしてこんだけかっこよくなるんで、まあ、それは望むべくもないでしょう。これでもう100点満点です、僕は。素晴らしいと思う。いやー、遊びましたね。素晴らしい。あ、ライムさん、こんばんは。この人の方、この人型はリカラやリデコでなかなかこすってますよね。なるほどね。こちらあれですね。ダイノキングね。ダイノキングとかそういう感じですよね。確かに確かに。ね、これは、やっぱダイノキング、まあね、リデコでダイノキングになった時に、ちょっとね、あっち側がアップグレード版的な感じで、はい、やってたので、ちょっとね、このボルカニカスの方が、ちょっと物足りないんじゃないのという感じになっちゃってたんですけれども、はい、このアップグレードをすることによってね、むしろ、ダイノキングよりも上の状態になったっていうね、そういう状態になったんじゃないかなと思います。じゃあさん、ヤフオクでセットで1万、アドオン6500、配信中に見ちゃうとポチりそうになります。1万か。そっかそっか。まあでも1万は、1万だったら、普通に買いかもな。1万は。で、アドオン6500も、そうですね。普通に、値段だけいくとちょっと高いかなって思いますけど、でもこのプレイバリューと、でね、別にリアルタイムで買っても、そんなに大差ない値段だったんで、いや、全然買いの値段ですね、確かに。いや、これね、めちゃめちゃおすすめです。でもガチで、なんだろうな、すごいクオリティが高いっていう玩具とかの良さもあるんですけど、やっぱりこのね、手元でパチ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 遊べる。そして、この寝床とか食卓とか自分の生活圏に持っていっても邪魔にならないこのサイズ。これです。このね、気軽さ。だから、アドオンパーツは一旦置いといたとしても、このね、ボルカニカスはもうめちゃめちゃおすすめ。激烈にめちゃめちゃおすすめです。
チャンさん、適当なコアクラスを改造して、剣を翼に見立てて、大型緑竜になるなんつう妄想。あ、なるほどね。これをウィングにして、でこの拳とこいつらなんですよね。こいつらを。こいつらなんとかしてくっつけなきゃいけないっていうタスクがあるんですよね。だね、うん。いや、でもね、うん。そういうのはあると、よりいいですね。より素晴らしいものになると思います。いや、これは、ほんと、マジで、最高の玩具ですね。うん、これはね、いろんなところに持ってって、旅行とかに持ってって遊ぶのはめちゃめちゃいい。そういう感じだね。ああ、いいね。これから夏休みだし、ああ、夏休みだからちょっと夏休みの旅行のお供に持ってこうかな、これ。なんていう風にちょっと思っちゃうぐらい素晴らしいやつになったかなと思います。いやー、今日はね、非常に楽しかったです。いやー、久しぶりに結構、遊び応えがある玩具だな、なんていう風に思いました。さあ、そしてですね、来週もいろいろやっていきたいな、なんていうふうに思うんですけれども、最近ね、結構トランスフォーマーが続いていたので、なんかちょっと別の玩具をちょっと見繕って、遊んでいきたいな、なんていうふうに思います。いろいろね、面白いやつ手に入れてたんで、うん、ちょっとね、まだどれにしようかな、なんていうふうに悩んでるところなんですけれども、うん、次回も面白い、はい、玩具を見繕いましてですね、また同じ時間、で、玩具レビューを中心に皆さんで盛り上がっていきたいなと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、また来週もご参加の方、よろしくお願いいたします。いやー、今日は楽しかった。ということで、マッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。